はい、今日は日本の少子化を正しい方向にと題してですね、現代女性の結婚、妊娠、出産と女性活躍との葛藤について話したいと思います。日本の深刻な少子化は合計特殊出生率という数字で表しますが、これは一人の女性が一生の間に産む子どもの数に相当します。日本では1975年から50年間以上 2.0 を割り、2023年には 1.20 まで減少してしまいました。これは、この少子化についてですね、主な原因を見ていきたいと思います。私の試験ですが、結婚しない人の増加、晩婚化、これは言われてますよね。で、結婚、出産に対する価値観の変化、3、子どもの養育費用の増大、ここら辺は多くの場合に言われていると思います。それからですね、産婦人科医の立場からすると、避妊法、それから過多月経、月経困難症の治療薬が普及してきたというのも少し影響していると思いますね。そして何といっても大きいのが、就労就学女性は忙しい等の理由で妊娠を後回しにしている。これが、大きいと思うんですね。現代女性の状況に反映した原因であると。で、確かに年代を別に見てきますと、就学就労の時期はですね、生成10期と重なりますし、月経困難症、過多月経、子宮筋腫、子宮内膜症などの病気も生成10期と重なっていきます。月経関連疾患、この月経困難症、過多月経は、薬としてですね、レップ、低用量ピルとか、ジエノゲスト、黄体ホルモン製剤とか、それから商品名でしたらミレーナ、LNGIUS などがよく使われていて、でそれらを使うとですね、すごく楽でですね、大変いいんですね。で、ただですね、これを使っている限りはですね、妊娠できませんので、妊娠を希望される場合は手術とかをした方が良いと。薬物療法に頼ってばかりいると、ちょっと妊娠ということを、後回し、こちらの薬の方で普通に生理とか抑えられている方がいいやと考える女性も多いのかなとは思います。ただですね、女性はですね、年齢的な加齢による卵胞数減少と流産率増加について見ていかないといけないと、考えなきゃいけないということが大切です。卵胞数はですね、もともと100万ぐらいあるんですが、処刑の頃は30万ぐらいになって、30歳ぐらいになるとかなり減るんですね。日々、2、30、30、40減っているんですよね。それでさらに、それから流産率、妊娠をしてからもしたとしてもですね、流産率は減ってしまう。35歳になってしまうと、若い頃の2倍、40歳以上になると若い頃の5倍の流産率になります。それからこれ、加齢でアートですね、体外受精などによる妊娠率、生産率を見ますと、青と赤が、妊娠率で、緑が生産率、それから紫が流産率になるんですが、38歳ぐらいから成績が悪くなるんですね。したがってですね、これ生殖適齢期って一般的に18歳ぐらいから、もちろん若い方もいるかと思うんですけど、18歳ぐらいから43歳ぐらいと言われておりますけれども、実際の真のその流産などが少ないですね、生殖適齢期というと38歳未満とか38歳以下ということになります。これまでですね。で、精子と卵子が卵管で出会って受精が起こるわけですけど、排卵の回数は、一生の間、11歳で生理が来て51歳で閉経すると40年間、年12回の排卵がありますから480回の妊娠チャンスがあるんですけど、生殖適齢期と考えると一生の間360回の妊娠チャンス、まだまだと思っているかと思いますが、生殖適齢期で見ると、
18歳から38歳20年間ですので240回のチャンスで、39歳ぐらいまで仕事を優先してしまうと38歳以降は流産率も高く、妊娠も、なかなかできないということになりますので、真の生殖適齢期が0年になってしまって妊娠のチャンス、本当に、流産しないいいチャンスはですね0回になってしまうんですね。0回とは言いませんけどかなり激減してしまうと。で就労女性はですね、拘束されているということも大切なんです。子育て支援が、なされて、それから不妊治療支援も保険適用化もですね、なされて、政府も頑張ってるんですが、これから妊娠をしようとしている就労女性に恩恵は届かないんです。拘束されてるんですね。専業主婦には、保育所確保、子育て支援、不妊症治療支援などは届きます。ただ就労女性保育所確保とかいいことですけど、育休促進とかですね、子育て支援もいいことなんですが、これから妊娠しようとする場合にはですね、不妊症治療といってもですね、行けたら大変役立ちますけれども、なかなか病院に行けなかった場合は届かないんですね。したがって、今の対策ですけども、子どもに支援の水を与えてもですね、間接的で子どもは増えない。もちろん親御さんは喜びます。ただ、この就労夫婦にですね、水とその寛容ですね、妊娠しやすい環境を与えればですね、直接的に子どもは増えるんですね。これはちょっとイメージ図であってちょっと語弊がある図ではありますが、就労夫婦はもう子供を欲しいと考えている方が結構いますので、そういう方に、上司の、いろいろと上司とか周りの方から、冷たい目で見られないようなですね状況を作ってあげればですね、妊娠しやすくなるし、少子化にもいい対策になると。女性がですね結婚するしない、妊娠するしない、産むか産まないか、何人産むかなどは女性自身に決める権利があります。こういうのを SRHR といって国際的な、大切な女性の権利なわけなんですけども、子育て支援とか不妊治療保険化っていうのは、専業主婦には届きますけど、なかなか就労女性には届かないと。で、今は現代女性は7割8割は就労してるんですね。仕事を持っていて働きたい、社会で活躍したいという、希望と、結婚したい、子供が欲しい、家庭が大事という、ことをですね両方、実現するためにはその両立をしなきゃいけないんですね。で、結構な方が両立できずに辞めてしまったり、してるんですね。もしくは会社を辞めてしまったり、もしくは両立を断念したりしてるんですね。その理由としては上司や時間や余裕がない、それから上司や仕事環境、周りからその冷たい目で見られますので、なかなか不妊治療に行くなんていうのは言えないんですね。それから実際自分自身もそこで、不妊治療とか出産とか子作りしてしまうとマイナスになりますから、キャリアアップ希望の方はそれを後回しにしてしまうと。それから実際出産などをした場合、育児した場合ですね、なかなか自分のその後のポストが確保されてなくて、なかなか復帰が不可能、難しいということがあるんですね。で、そこでですね、妊娠しやすい環境づくり、もう女性はですねそういうことをされて大変なわけですから、
リスペクトの精神を持ってですね、環境しやす、妊娠しやすい環境づくりも当然であると、そこに余裕を持たせてあげると、お子さんを作るとかそういう権利ももちろん専業主婦でいたい方もいると思うんですけどね、そういう仕事と不妊治療の両立の葛藤を抱えている人を、解放してあげることが、現代女性の、ジレンマにありますので、それを解放させてあげるということが大切なことであって、少子化の対策にもなるんだということを言いたかったと。以上であります。